その 2D の撮影の会社とうまく話し合いができて、確かにさっきのカメラの位置の取り合いじゃないですけど、まだなんかねこう VR 系のカメラっていうのが第一優先で取り扱われない。結構 VR って孤独ですもんね。360度絶景の山の山頂の景色だったらどこ見ていただいてもいいし、ここが注目ポイントですって別に言わなくてもいいんですけど、その中に登ってくる人がいて、その人ここからそこで何かドラマが生まれますっていう話になると、そこ見逃されちゃうと後が面白くないっていうのもありますよね。そうだから自由な視点でどこを見てもいいよという360度コンテンツと、でもここは見といてほしいというところのなんか矛盾点をなんかどう考えていくかあるんじゃないでしょうか。ありますね。そこで一個視線を向けるんだったらあれですけど、立体音響で音でする、音がする方を見る。あとは多分手前を何かがエキストラさんとかそういうのでも、目の前通り過ぎる人いたらきっと目で追っちゃうんで、それで目線を誘導させるっていうのが多分その360度のもし目線誘導とかになるのかなっていう感じですよね。だからもしかしたらこういうコンテンツを作るときに巧妙なうまい作り方っていうのは、ユーザーの人に360度どこを見てもいいんです、私たちはどこを見てくださいと言いません、どこ見てもいいです、後ろでもいいです、だけどなんだかんだうまい演出で誘導されてしまって、自由なんだけどそこを 見ざるを得なくしている。つまり、本人の自由意志で見てるのに、気が付いたら見せたいところを見てしまうみたいな演出が作れると多分うまいんでしょうね。うまいんだと、360空間の生かし方がうまいんだと思うんですよ。ユーザーからしたら別に見させられてる意識はなくて、自然に見ちゃってるとかね。それはありますよね。あると思うんですよね。なんか僕らもすごい、例えばすごい景色の人が誰も映ってない素晴らしい映像に、綺麗な女性の人がふっと歩いちゃったらちょ見ちゃうかもしれないよね。追っちゃうんで。しかもさ、リアルだったらちょっとあんまりジロジロ見るのもよくないけど VR とかでいいかみたいなあるかもわかんないです。でも見るの自由だから、やっぱでもそうやってなんか釣られちゃう人の意識そうですよね、使うのかなっていう。だからあれですね、なんか今後いろいろデータで分析すると面白いかもしれません。早稲田大学の河合先生、のところに僕たちちょっとお伺いしたんですけど、同じ映像を立体視と立体視じゃない場合で人はどこを見るのかっていう研究があって、そうですね、視線をそうなんですよね、記録したものをなぜか謎にその映像がなんかイケメンの男性が裸でサウナでも下半身のこの辺はね、なんかねちょっとブロック塀みたいなやつでこう隠れてるんですよ。うまいことで、こっから上だけが出ててサウナみたいなことやってる画像なんですよ。で 2D だと 2D っていうのはつまり立体じゃないと顔のところを見てる。顔に中心。ところが立体だと飛び出てるこの手前にあるブロックの方に意外と視線がいったりする。目がいっちゃうらしいですね。だからもしかしたらこういうコンテンツも今の視点誘導も、案外それ科学的に何かノウハウでこうどこを見せるとかね、ある。だからもしかしたら立体視を利用して何かこう手前に来ると見ますよね。多分見ちゃうと思うんですよね。そうですよね。でその人が奥に行ってったら、手前の方にまた目のピントがいって、その見ちゃうみたいな。でもだからユーザーにはどこ見てもいいよと言いながらも、そういううまく見せる工夫で、っていうのがあるかもしれないですね。そうですね。自由視点と、実際には結果ほら我々のスタッフに宮沢君というマジシャン、元プロマジシャンですよ。彼のああいうテクニックも視線誘導ですよね。あれと思うと見えてたはずなのに見てないんですよね。ある種を仕込んでると。なんかすっかりそっちに目を奪われてるんですよね。だから自分はどこを見ててもいいはずで彼のトリックを見ててもいいはずなのに見てないんですよ。あれテクニックだから彼もっと能力を生かしてもらった作ればあっと驚くようなできそうですね。できそうな気がするんですよね。ということでまだまだ奥深い実写型 VR の話でした。はい、今日はですねいつも出てます白石さんが今日お休みなんですけど、
今日意外とこうパンパン話がいって意外と短時間でまとまっちゃいまして僕はできる限り専門用語が出たら解説したつもりなんだけど、多分普通に言っちゃってるのがあるかもしれないですよね。白石さんの場合はこれをごめんなさい何ですかなんですよ言ってくれたはずなんですけど、はい、スタッフによる解説が随所に出てたと思います。またでもこれちょっと撮ってる現場行ってみたりとか、まあちょっとコンテンツも紹介したりとかできたら面白いと思うんで、またぜひ期待いただければと思います。はい、じゃあ今日はこんなところなんですが、これおかしいのはツッコミがなかったんで、映ってますこれ。人がやっぱこう人の目線で撮るっていう人の目線インタビュアー目線で撮るね感じがしてちょっと面白いんで、はい、こんなのもありますということで、じゃあ今日は上野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあさよなら。さよなら。さよなら。